甘いものを食べて短く生きる方がいい。これ資産4000億ドル超の世界一の富豪の発言です。2020年超ローガンのポッドキャストでの一言、健康より味覚を優先する宣言、ぶっ飛んでますよね。朝食はドーナツ、飲み物はダイエットコーク、マクドナルドのポテトにケチャップを直接ドバッとかける、ミシュラン星付きレストランにも通う。この振れ幅もう意味がわからない。しかもこの男の母親メイ・マスク、45年以上のキャリアを持つプロの登録栄養士です。修士号を2つ持ってる栄養学のガチ専門家。その息子が毎朝ドーナツ食ってるんですよ。今回はこのカオスな食生活の全貌を徹底解説します。大学時代の食費1日1ドル生活から13キロ減量の裏にある痩せ薬告白まで12分で完全に理解できるようにまとめました。時は1990年代初頭、場所はカナダ。若きイーロン・マスクはクイーンズ大学に在籍していました。この時彼はあえて食費を1日1カナダドルに制限していた。今のレートで約100円ちょっとです。メニューはホットドッグ、ピーマン、オレンジ、パスタ。栄養バランス、そんなもんは知らんという食生活。これは単なる貧困じゃなくて実験だったらしいです。最低いくらで人間は生存できるのか試してたんですね。電気サッカーシュリー・バンスの本にはこう書かれています。食べずに済むなら食べないでもっと働きたい。食事を邪魔だと思ってるレベルですよね。効率の鬼にも程があります。でも2020年の老眼番組では食べ物は素晴らしいと発言。さらにうまいものを食べて短く生きたいと。20代の食事は無駄から50代の美食万歳。人間って変わるもんですね。億万長者でも。まず朝食、パターン A はドーナツです。2023年3月、科学者が砂糖は毒だと X に投稿。マスクの返答がこちら。毎朝ドーナツ食ってるけどまだ生きてるよ。パターン B は朝からステーキ&エッグ。焼き加減はミディアムウェル、ストリップ状にカット。朝7時にステーキ切ってる億万長者、想像できます？本人曰くパワーアップするらしいです。そしてパターン C、朝食を完全にスキップ。コーヒーだけ飲んで出勤するパターンですね。つまり朝の選択肢がドーナツ、ステーキの3択。習慣がないんですよねこの人。昼食はミーティング中に5分で完食。味が良くて5分で食べられるものが基準だそうです。座ったまま栄養を吸収できればいいのにとも語っています。それもう天敵で良くないですか？夕食こそがマスクの本番です。ビジネスディナーを兼ねることが多く2人前食べることもあると報じられています。日中に食べてない分を夜に全回収するスタイル。しかも食事の時間がめちゃくちゃ不規則。就寝が午前3時、起床が9時半。最初の食事が午後2時以降になることもざら。一般人の生活リズムとは完全に別次元です。ただし一つだけ守っているルールがあります。就寝の2、3時間前には食事を終える。ローガンのポッドキャストで語っています。睡眠の質が上がるし健康全体に大きな差が出ると。マスクの好きな料理ジャンルは BBQ とフレンチ。レディットの AMA セッションで本人が明言しています。テキサス在住になって BBQ 文化にどっぷり。スモーキーな肉とフランス料理の重厚ソース最高らしいです。ビバリーヒルズの韓国式ステーキハウス AB ステーク。ミシュラン星シェフのアキラ・バック氏が証言しています。マスクの注文はサムジャン熟成ドライエイジドビーフ。韓国味噌で45日熟成させたステーキです。シェフ以外でこれを頼むのはマスクだけだそうです。パイナップルピザ論争ご存知ですか？マスクはかつて否定派でしたが今は賛成派に転向。ハワイアンピザを堂々と支持しています。この男ピザでも議論を巻き起こすんですよね。 X でベルリンのドネルケバブを絶賛したこともあります。タチェレスという場所の前のケバブ屋がお気に入りだったと。残念ながらその店はもう閉店しています。ドイツで一番好きな食べ物がトルコ料理というのも面白い。2024年末歴史的な写真が流出しました。トランプのプライベート機でマクドナルドを食べる4人。トランプ、マスク、RFK ジュニア、トランプジュニア。問題はマスクのケチャップの使い方でした。ポテトの箱にケチャップを直接流し込んでいたんです。ネットはサイコパスの証拠と大騒ぎ。寿司も大好物。忙しい起業家には手軽でいいそうです。 LA でカニエ・ベストとステーキを食べた目撃情報も。スナックはアーモンド派。オフィスに常備しているとのこと。自称アーモンド街。急に可愛い。チョコレート、クロワッサン、フランス菓子が大好き。さらに英国のキャンディはアメリカ製より優れていると断言。スペース X の打ち上げ中にキャンディ食べてた話もあります。
ロケット飛ばしながらスターバースト、さすがです。さて、マスクの食生活で避けて通れないのがダイエットコーク。テスラとスペース X の立ち上げ期、2007年頃の話です。週100時間労働をこなしていたマスクは1日にダイエットコーク8缶を消費していました。さらに大きめのコーヒーを数杯追加。ダイエットコーク1缶のカフェインは 42mg、 8缶で 336mg、 そこにコーヒーのカフェインが加わる。成人の推奨上限は1日 400mg です。本人曰く視野が狭くなる感覚があった。カフェインで視界がバブルってもう限界超えてますよ。現在は1日2缶に減らしたそうです。でも X では DC を絶対にやめないと宣言。1ヶ月間 DC なしで幸福度が下がるグラフまで投稿。ただしキャプションは DC は絶対やめない釣りでした。2022年11月、マスクが X に衝撃の写真を投稿。ベッドサイドにダイエットコークの缶が散乱した画像。キャプションは飲酒の問題がある、カフェインフリーの DC でした。本人なりの妥協点らしい。ちなみにトランプ大統領も熱烈なダイエットコーク愛好者。コカ・コーラ社 CEO から大統領専用ボトルを贈られた時、マスクは DC の発明者を天才と称賛しています。億万長者同士のダイエットコーク友情、なんだそれは。2022年7月、ギリシャミコノス島。マスクが友人たちとヨットでバカンス中、パパラッチに上半身裸の写真を撮られました。この写真が SNS で瞬く間に拡散。ネット上ではミームが大量発生しました。他の億万長者との体型比較が飛び交い、マヨネーズの方が日焼けしてるという声まで、ボディシェーミングの是非も議論になりました。マスクの反応はというと見事なユーモアでした。もっとシャツ脱いだ方がいいかもな、乳首解放。ちなみにもう工場に戻ってるけどね、と追記。バカンス中にいじられても仕事アピールを忘れない。ここでマスクのダイエット史を振り返りましょう。実は2013年頃まではベジタリアンだった時期があります。でも人間はベジタリアンに向かえてないと断念。ビーガンの友達と外食行くとマジで大変とも。ミコノス写真をきっかけにマスクは本気で体重管理を開始。2022年8月 X で断続的断食を始めたと公表。断食アプリゼロを使用していることも明かしました。不健康なピーク体重から9キロ以上減ったと報告。2022年10月、ファンから痩せた秘訣はと質問されます。マスクの回答は断食、あとウェゴビー。ウェゴビーは GLP、一受容体作動薬、いわゆる痩せ薬です。世界的な億万長者が痩せ薬を公言した瞬間でした。この一言でウェゴビーの需要が爆発したと言われています。さらに2024年のクリスマス、マスクがサンタのコスプレ写真を X に投稿。キャプションはオゼンティックサンタ。正確にはマウンジャロだけど語呂が悪いと補足。薬をウェボビーからマウンジャロに切り替えたことも判明しました。 RFK ジュニアが痩せ薬に批判的だったので政治的にも波紋を呼んだ。ここでマスク家の食の背景を見ていきます。母メイ、マスクは1948年生まれ、実はスーパーモデルとしても50年以上活躍しています。カバーガール史上最高齢のブランド大使にもなった人物です。しかしそれだけじゃない。メイは栄養学の専門家です。南アフリカとカナダで栄養学の修士号を2つ取得。南アフリカ、カナダ、アメリカの3カ国で栄養士資格に合格。45年以上にわたって栄養指導を実践してきたガチのプロ。メイは流行のダイエットに否定的です。ケトジェニックも断続的断食も持続可能じゃないと。好きな食べ物を含み楽しく続けられるかが大事と語る母。その息子は毎朝ドーナツ食ってダイエットコーク飲んでる。この親子のギャップ、漫画みたいですよね。一方、弟のキンバル、マスクは兄と正反対の道を歩みました。ニューヨークのフレンチカリナリーインスティチュートで修行。2004年にコロラド州ボルダーでレストランザ・キッチンを開業。ファームとテーブルを掲げ地元農家と提携しています。現在はデンバー、シカゴ、オースティンにも展開中。さらにキンバルは非営利団体ビッググリーンモンエー低所得地域の学校に菜園を作るプロジェクトです。都市型農業企業スクエアルーツも設立している。兄ドーナツとダイエットコーク、弟有機農業と食育。同じ家庭で育ってこの差、遺伝子のバグですかね。マスクは食品ビジネスにも進出しています。2020年テスラブランドの限定テキーラを発売。稲妻型のボトルデザイン、価格は420ドル。即完売。空き瓶が eBay で1000ドル以上で転売されました。2023年にはベルリン製のビール
ギガビアを発売。サイバートラック型の光沢ブラックボトル3本で約1万5,000円。独自品種サイバーホックス使用。シトラスとベルガモットの香り。欧州17カ国限定。アメリカでは買えません。ただしレビューは微妙でした。黒いボトルは実はプラスチックフィルムで、剥がすと普通の瓶。暗闇で光るはずのロゴもほぼ光らない。味は悪くないが1本5,000円の価値があるかは疑問符。コレクターズアイテムとしての価値がメインですね。そして2025年7月、ついにテスラダイナーがオープン。ハリウッドのサンタモニカ大通り、歴史的なルート66沿い、24時間365日営業のレトロフューチャーなダイナーです。メニューはバーガー、ホットドッグ、フライドポテト、80機の充電ステーションと巨大スクリーン2面を併設。さらに開店時にはテスラロボットオプティマスが登場。ロボットが来場者にポップコーンを配る演出がありました。充電しながらバーガーを食べてロボットにポップコーンをもらう SF 映画みたいな体験が現実になってますね。マスクはこのダイナーの世界展開を示唆しています。うまくいけば世界の主要都市に出すと X で発言。車だけじゃなく食でも世界を変えるつもりなのか。手を出す領域が広すぎてもう誰にも止められません。ここまで見てきてマスクの食生活は完全に矛盾の塊です。栄養士の母がいるのに毎朝ドーナツ。食事は無駄と言ってたのに美食万歳2点校。ミシュラン級の店に通いつつマクドナルドも愛する。でもこの矛盾こそがマスクらしさなんですよね。結局のところこの人の食の本質は合理性です。忙しい時は食べない。時間があれば好きなものを食べる。太ったら薬と断食で解決する。健康より効率と快楽を優先する。ある意味で正直な生き方。ただし医学的に推奨できるかは完全に別問題です。世界一の富豪の食生活は意外と庶民的でカオスでした。ドーナツ、ダイエットコーク、マクドナルド。でもその裏には極限の仕事への執着と今この瞬間を楽しみたいという素朴な欲求がある。食卓を見ればその人の本性がわかる。マスクの食卓はまさに本人そのものでしたね。